ということでね、やってまいりましたやってまいりました。いらっしゃいませ。どうも。いらっしゃいませ。こんにちは。斉藤久志。よろしくお願いします。スペシャルゲストの斉藤久志でございますが、はい。私 LGA とですね、久志のコンビで今回はやってみようと思いますけど、いいですね。ね、この感じで。おそらくこのアイラシリーズが、うんこの地上から一番高く登ってると思うんですよね、ガーッとね、うんいってる感じで。はい、29回ですからね。ということでお届けしましたが、はいこのね、今久しくんが使ってたこの、はい TR8 と、はい。TB の3、T3 で TB3 す。3。はい。正式には TR8 と TB3 でいいのかなそうです。ですね。 TB3 ですね。2台の TB3 と1台の TR8、うん、そしてまあ私のところにあったシステム1をこう駆使して今やりましたが、はいはい、なんか楽しいねこのリアルタイム。そうなんですよね。この演奏の感じ久々でしょこういう感じ。もうめっちゃ久々でもう超面白い。ノー PC。ノー 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 PC。はい。この世界じゃなきゃダメですよ。これこそまさにライブという感じですけど。はい。この回ではですね、うんこの今久しくんがガンガンに触っていたこのいろいろなんか技を駆使してる感じがいっぱいあったんだけど、そうですね。この TR8 とね TB3 をですね、ぜひ皆さんに紹介したいなと思いましてですね、いろいろ教えてほしいんですが、はい、これ TR8 からいきましょうか、はい、TR8 っていうのはやっぱり往年のTR だよね。そうですね。私らの時代のローランドの TR シリーズ、やっぱ八百屋とかそうですね、909のTR が、TR8 としてまあ復活したという面ではまあ正しいんだよね。そうですね。すごい音してるもんね。だってそうなんです。だって当時の音そのまんまだよね。そうなんですよ。久しぶりなんかだって本物持ってるじゃん。持ってますね。ね。これね、だから一個もサンプリングを使ってないんですよね。はい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 。サンプリングではなくてこれは、ACB って技術で ACB、はい、音というよりは、回路設計回路をですねモデリングしてるわけです。 A というあった A はアナログかな多分。 C は何じゃあその今の回路だから全然わかんないです。名前はすいません。サーキットじゃない。そうかなでしょ。アナログサーキット B は何だろう。ビヘイビアですね。ビヘイビアですね。はは。そうサーキット回路のビヘイビア、回路の振る舞いを再現したと。そうだから似てるとかじゃなくてそのものなんですよね。そうだよね。だって普通は音を似せるためになんていうの、そのアナログの回路をモデリングするわけじゃない、じゃなくて回路部品そのものをモデリングするからこうなる。ここまでの精度っていう意味合いじゃないもんね。だって挙動が一緒なんでしょ。そうなんです。だ一番大変だったのが昔のアナログ機材って個体差があるじゃないですか。いやもう全然違うだって久しくんのさ八百屋でさえさ同じ八百屋なのに全然ハイハットとかさ音が違ったりとかさ。そうなんです。だからどれをモデルにするかっていうことで、この音が決まってくるんですけどね。どのモデルにしたの？何台も並べました。自分のものをもちろん持ってっていろんな人のものもあって、ローランドの研究所にあるやつもあって全部違うわけですよ。どうよ。で一応ね当時のサービスマニュアルにのっとってチューニングしたものを聞いてみたらいまいち良くない。はあなるほど。暴れ感がない。優等生すぎる。で世にこう放たれているTR シリーズが使われた名曲っていっぱいあるじゃないですか。ある一のほどある。もうそれぞれ違うわけですよ。全然違うね。だからアフリカンバンバーターが持ってる TR808 と YMO が使ってたやつは違うわけです。全然違うね。フィル・コリンズが使ったやつと全然違うよね。どこに合わせるかっていうので一番ねそこが大変だったんですね。完璧に再現されるからこそ最初選ぶものをチョイスする。どれにチューニングどれにアジャストしていくかみたいな。そうなんです。だから1個のものをモデリングしたんじゃなくてそれぞれ例えばキックはこの筐体がいいとか、この筐体のこの回路、スネアはこっちの回路、スネアはちょっと伸びがこっちの方がいいとかね。でカウベルはこれカウベルといえばこの音はこれだろう、絶対これじゃなきゃいかん。カウベルもね面白かったんですけど全然違うでしょ。全然違った。そうなんだよ。カウベルの音だ本当CD で聴いてもだったら各アーティストの違うもんね。全然違いますね。チューニングというレベルじゃなくて質感が違うもんね。そうなんですよ。そうだからそこがね面白いところだったんですけど。なるほど。で TR8 なりにこれがベストでしょうというサーキットのモデリングをした。そういうことですね。だからすごいラージモニターで聴いたりとかクラブのような環境で聴いたりとか、あとちっちゃいヘッドホンで聴いたりとか。そうだ再生環境でも実際されるからね。やりましたね。
まあよくできたと思います。本当に。じゃあしっかりスーパーローからもう上まで全部アナログの帯域が全部出る。そうなんです。ちょっと聞かせてもらって、どうこれベイドラとかキツネとかさ。そうなんですよ。まあ叩けるんですけど、例えば今これ、まあこれすごいところはね、従来の TR シリーズって、録音モードと再生モードをガチャンって切り替えなきゃいけない。で止めなきゃいけなかったんですけど、止めなきゃいけない。そのまま録音モードに入れる。で例えばこれキック。じゃあすみませんね。いきますよ。これ909ですね。909ですね。はあ。このだから16ステップの中でこれで赤いところ通過すれば音が出ると。そう。まあハイハットいきますね。はいはい。あ、押してもハイハットモードになってんだよ。あ、わかりやすい。なるほど。ちょっとスネアでさしてみて。じゃあスネアの場合はこれを押してこうやって入れればいいんだ。こうやって最高じゃん。でここにこのそれぞれのこれで音色の細かいチューニングができるわけですね。どうぞいじってみてください。これで、スナッピーがリーノ、チューニングがリーノ。なるほど。ディケイの感じがリーノ。そこはもうオリジナルの909と同じですね。本当だ。で今これ909の音になってるんですけども、キットを変えると、今キット変えた。やばいになった。ほう。くる。これ皆さんヘッドホンで聞いてくださいね。この違いはね。このちっちゃいパソコンのスピーカーで聞いちゃダメだよこれね。これはすごいね。そういうことなんです。最高でございます。で例えば909と808の美味しいところをこう並べ替えることももちろんできるし、ミックスってやつもできるわけ？例えばこれは、これも909と808が混ざってます。本当だ。今はこれパターンセレクトモードなんだ。これはキットですね。キット選びモード。そう。キットの組み合わせをそうです。メモリーしておけるんだ。そうなんです。好きなように並べておける。なるほど。そう。こんな感じですね。なんか気になるね。このスキャッター。スキャッターね。スキャッター。まあ簡単に言うと破壊するものですね。夜明けのスキャットのスキャットじゃなくて。まあ違いますね。違いますね。破壊する系なんです。じゃあ変わっていく。リアルタイムで。おかずだと思ってください。はい。で昔はね、4小節あったら最後にタッタカタッタカとかね、ガタ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 とかさ、そうどこどことかさ、あるじゃん。そういうものがあったんですけども、今回はこれここだけはサンプリング使ってます。でフレーズをサンプリングしてズタズタにこう破壊するんですね。なるほど。その種類が10種類入ってるんですけど、種類とあとこのデプスでその強さが、例えば4番やると。とかね。これはこのリズムをサンプリングしたのを切り刻んでるわけ。なるほど。超かっちょいい。超かっちょいい。そうなんです。これはだから自分が打ち込んでるわけじゃないので、こっちのスキャッターの頭脳に依存するじゃないですか。そうすると飽きて、僕らは飽きるからやっぱりおかずが入れたいわけで、そうするとまたインスピレーション湧くんですよね。という非常に面白い。これいいね、スキャッター。そうスキャッター。これはすごい。こっちにもついてるし、あっちにも全部ついてますね。これにもそうか。このスキャッターの技術でこういろいろリアルタイム性のこのねインスパイアされるものをどんどん作っていくと。そうなんです。やりますね。で面白いね。リバーブとディレイとエフェクターがこう入ってる。そうです。なるほど、よくできてます。これもステップで今ここにねフィルター入れてます。例えばこういう風に入れて、本当だ。ここに入れたところだけ閉じるんだ。ステップでフィルターがかかる。かっ
例えばリバーブにしてみると、ここ何も入ってないんですよね。入ってないよ。ああ、なるほど。おお、なるほど。おお。あ、2位のところにゲートでこうリバーブもかかってと。そうそうそう。あ、すげえ。これは新しいですよね。めっちゃ新しい。そうそうそう。これは素晴らしいね。進化してますよ、相当。すげえ進化してる。山田さんリアルタイム向けっていうかさ、こう自分のアイディアもリアルに盛り込んで、どんどんこうね変えていくみたいなさ。リズムボックスって従来やっぱりレコーディングに使ったりとか、あと伴奏に使ったりするということで、あらかじめ作ったパターンを並べたりするってだけだったじゃないですか。そう基本的にそうだもん。これはアイラの場合は演奏できるリズムボックス。いや、うまいこと言うね。まさにそうだ。演奏するリズムボックスだわ。だから昔ね、例えば TR808 とか909見ると、ボリュームフェーダーがつまみだったじゃないですか。つまみだった。それだと結構大変なんですよ。なのでこのようにミキさんのようにしてもらってます。素晴らしいね。これわざと久し君はこのなんか緑とか赤をこれはね、そうなんです。本当は全部来るだよね。そうなんです。こういうカスタマイズもね楽しいなっていう感じでございますね。そういうことでございますね。TR よくわかった。はい。TB ってみようか。TB いっちゃいますか？ TB いっちゃいましょうか。いいですよ。TB はこれはTB303 有名な。はい。久しくもなんか何台も持ってる TB303。そうですね。はい。これが TB3 になったと考えていいの？まあそのものも入ってますね。でもこう、デザインがこうなんか非常にカラフルでさ、鍵盤みたいな感じだけど。そうなんですよ。TB303 の良さっていうのは、内蔵されてたシーケンサーにあると思うんですね。そう。でもめんどくさかったじゃん、なんか。めんどくさかった。ね。ステップでね別々に打つんですよ、音程とタイミングをね。そうだよね。そんなのも全部改良されてまして、リアルタイムでも打ち込めるし、音色もオリジナルだとスクエアとソートゥースしか入ってなかったんですけど、これはもうシンセですね。ノイズも入ってれば何でも入ってます。ちょっと聞いてみますか。聞いてください。分かりやすいようにじゃあキックだけにしておきましょうかね。いいね、そうね。じゃあ TB の TR のキックだけを出して、いきますね。これだけ走ってるのはこういうことです。ちなみにこれはもう完全に同期してるわけね。同期してますね。こっちを収めるともちろん。なるほど。TR8 がマスターになってるってことだね。なるほど。はい。それでリアルタイムレコーディングもできます。今のでずらしたのであれなんだ。そうなんです。スライドみたいになるんだ。なるほど。くるで。でここにエフェクターが入ってますね。今はね歪みが入ってます。なるほど。でカットフレズナンスアクセントが。でエンベロープモッドがここに入ってます。タッチパッドになってんだここが。で音色はもちろんすぐ変えられますね。例えばこれでも全然違う。なるほど。フレーズは一緒だけどね。自分で作った音をメモライズできる。そうです。音色は作れないんです基本的に。ここでリアルタイムにいじることはできるんですけど、私もプリセット作りましたけどたくさん入ってます。何十個も。なるほど。それをユーザーバンクに貯めておけるんですよ。貯めておいて選ぶと。そうすると例えばこういう普通のねスクエアな音もあるけど、こういうなるほど。ディストーションもあるし、ホワイトノイズ、いろんなもの好きなものを並べておけばいいですね。そこノイズになるとリズムの一部になるんですね。そういうことです。ノイズパーカッションですね。でパターンもオリジナルもそうなんですけども、この一画面に8個。本当だ。
今選べるのは黒いやつだ。そうちょっと濃いやつね。あ映った。おあ映った。なるほどなるほど。もうねすでに今シャッフルしてるの分かります？分かる。ちょっと跳ねてる。これのオリジナルにはなかったんです。あそうだよね。そうここなんですよ。これねジャストなんですけど、これをテンポをしながらダイヤル回していくと、16番跳ねてるやつ微妙に。これすごいでしょ。なるほど、素晴らしい。だからこのやっぱり TR8 と TB3 のこの組み合わせが素晴らしい。最強ですね。最強だね。久志君がこの TB3 を2台使ってるこの訳というのは何かあるんですか？これはですね、ノウハウというか、やっぱりライブで使ってるんですよ。ね、それで、まあ1台でもいいんですけど、まあ DJ もそうですけど、お皿が2枚あって、なるほど。こっちをやってる間にこっちを用意しとこう。こっちはミキサーに入ってて、こっちミュートしといて、こっちがやって、こっちが仕込んどいて、ヒューって変えると。そう。もしくはキーを統一しておいて、これとこれでアンサンブルさせることができる。こっちをすごいボトムの方にボトム行って、こっち上行って割ってとか、ノイズパカスみたいにしたりとか。そういうことなんです。なるほどね。本来はVT3 っていうのがあって、ボコーダーをね、ボコーダーとか声のやつもあるもんね。いじるものがあるんですけども、それを入れてもいいんですけども、僕なんかはずっと長いライブやるんで、これをやっぱり需要無尽にバリエーションということで、そういうことです。なるほど。これ3台使うときは普通にどういう接続になるの？いや普通に今これがマスターになってて、MIDI アウトからMIDI イン。MIDI シンクでいってんだ。MIDI シンクでいってます。なるほどね。素晴らしい。さっきねノー PC って言いましたけど、パソコンとすごい仲がいいんで。だよね。普通に MIDI だったらね。例えば USB でつなげて DAW 立ち上げるとパラアウトになるんですよね、全ちゃん。なるほど。これがこの全部の音源がパラアウトで来るわけ。そうなんですよ。それは便利だね。そういうことなんです。すごいっすね。ずっと遊んじゃうでしょ。いやもう間違いなくね。でもね音楽作らなくなっちゃうんですよ、面白くて。でもほらリアルで作っていくのはやっぱりそれが音楽だからね。それがまさに新しい形の音楽シーンにこう投入されたと。さすがです。TB3、TR8。これは楽しい。ぜひ皆さんもですね、この TB3 と TR8 でガンガンに音楽作ってもらいたいと思いますね。なんか可能性があるね、いろんな音楽、テクノだけじゃなくてさ、ポップスもそうだし、このヘビーメタルにも使えそうな感じもするしさ、そうなんですよね。バラードにももちろんね、八百屋の音なんか使うし、いろんな音楽シーンが見えてくるな。アナログの時代って、もうそれで一つの楽器として完成されちゃったんですよね、リリースされたら。ところがこれってデジタルだから、そうなんだ、ある意味デジタル。だからこれで完成じゃないんですよ。そうだね。組み合わせがいろいろできるわけだし、実はこの前もそのアップデータが作られてて、もう今僕の中に入ってるんですけども、さらにいいことになってます。さらにいろんな機能が追加されて、デジタルならではの中を書き換えていろいろ改良されていくわけよ、どんどん。ただサンプリングじゃないので、本当の意味で新しい楽器がどんどん増えていくというふうに思っていただくといいと思いますね。素晴らしいです。TR8、TB3 でございました。
す。